はいどうも、こんにちは、こんばんは、しばです。今回は PS5 のリモートプレイを PC でやる方法について解説します。PS5 にはリモートプレイ機能というものがあり、これを使用すれば外出先でも PC に PS5 の映像を映してプレイすることができるようになっています。さらにこの方法を応用すればキャプチャーボードなしで PC でゲーム配信を行うことも可能なので、機材を購入する予算がない人におすすめですし、OBS を使用して配信できるので、ブロードキャストではできないクオリティの高い配信を行うことも可能です。今回はそんな PS5 のリモートプレイを PC でやる方法について解説していくので、最後まで確認していってください。ちなみに説明欄に動画の目次を記載していますし、ブログの方でもこの動画と同じ内容を解説しているので、うまく活用しながらチェックしてみてください。まずは PS5 のリモートプレイを PC で行うための全体の流れ、準備するもの、注意点について解説していきます。最初に全体の流れを確認していきますが、PC に専用アプリをインストールする、PS5 の設定を行う、専用アプリの設定を行ってリモートプレイを開始する、このような流れで解説していきます。ただ実際にやってみての感想ですが、確認するべきこと、やることが意外と多くなっています。飛ばしながら確認するとわからなくなりやすいので、必ず一つ一つのやり方を丁寧に確認しながら作業を進めていってください。次に準備するものについて解説していきますが、Windows や Mac などの PC、PSN アカウント、インターネット回線、PS5 とコントローラー、USB ケーブル、スピーカーがないならヘッドホン、ボイスチャットするならマイク、これらのものがあればリモートプレイをすることができます。ただいくつか注意するべきものがあるので詳しく解説しますが、 PC については Windows、Mac ともに使用可能となっていますが、推奨されている PC スペックというものがあります。必ずこちらの内容を確認して、自分が使用している PC でもリモートプレイができるのか確認するようにしてください。次に注意するべきものとしてはインターネット回線についてです。リモートプレイを行うのであれば、上り速度と下り速度ともに最低 5Mbps 以上が推奨されています。さらに最高解像度で楽しみたいのなら、上り下りともに 15Mbps 以上が推奨されているので、事前にネット回線速度を調べておく必要がありますね。ちなみにネット回線速度を確認するときは、自宅にある PS5 からのネット回線速度、外出先の PC からのネット回線速度、この2つを確認する必要があります。自宅にある PS5 からのネット回線速度を確認したいなら、ホーム画面の設定からネットワークを選択し、接続状況の中にあるインターネット接続を診断を選択すると診断することができるので、ダウンロード、アップロードが最低でも 5Mbps 以上、最高画質でやりたいなら 15Mbps 以上であることを確認してください。次に外出先の PC からのネット回線速度を調べたい場合は、こちらのページのようなネット回線速度を計測できるサイトを使用して計測します。説明欄にこのサイトのリンクを記載しておくのでチェックしてみてください。実際に開くことができたら、スタートをクリックすることで計測することができます。計測が終わるとこのように結果が表示されるので、ダウンロード、アップロードが最低でも 5Mbps 以上、最高画質でやりたいなら 15Mbps 以上であることを確認してください。もしも最低でも必要な 5Mbps 以下になっていたり、最高画質でやりたいのに 15Mbps 以下になっているのであれば、ルーターの再起動を行ったり、LAN ケーブルを接続し直してもう一度確認してみましょう。これでもダメな場合は、ネット回線の契約情報を確認し、契約している回線速度よりも明らかに低い速度が出ている場合は、ネット回線業者に相談して改善するようにしてください。次にリモートプレイを行う時の注意点について解説しておきますが、ゲームによってはリモートプレイに対応していないゲームもあるので注意が必要です。例えば PlayStation VR や PlayStation カメラなどの専用の機器が必要なゲームはリモートプレイに対応していないので注意してください。あとリモートプレイを行う場合はこちらの制限がかかるようになっています。リモートプレイ時にはこのような注意点があるので事前に確認しておいてください。それではここからはリモートプレイの実際のやり方を解説していきますが、まず最初に PC に専用アプリをインストールしていきます。ちなみに時期によっては仕様が変化して実際の画面とは異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。専用アプリの名前は PS リモートプレイというアプリになりますが、説明欄にこのアプリをダウンロードできるページのリンクを記載しておくので、実際にクリックしてダウンロードページを開いてください。
次にこのページを少し下にスクロールすると PS5 を操作するという項目の中に Windows PC から PS5 を操作すると Mac から PS5 を操作するというのがあるので、お使いの PC に合わせてクリックしてください。ちなみに自分は Windows の PC を使用しているので Windows でのやり方を解説していきます。リンクをクリックすると別のページが表示されますが、少し下にスクロールするとアプリをインストールするという項目があります。そこにある SIE アプリエンドユーザーライセンス契約とプライバシーポリシーを確認し、大丈夫ならばチェック項目にチェックを入れてください。するとダウンロードボタンが有効になるので、こちらをクリックしてインストーラーをダウンロードしましょう。ブラウザで Chrome を使用している場合は画面左下にインストーラーがダウンロードされるので、こちらをクリックしてください。もしも他のブラウザを使用していてどこにダウンロードされたのかわからない場合は PC をクリックしてダウンロードをクリックするとリモートプレイインストーラー .exe というのがあるので、こちらをクリックしてください。するとお使いの PC によってはこのような画面が表示されるので、はいをクリックしてください。次に使用する言語を選択する画面が表示されるので、日本語であることを確認して OK をクリックしてください。するとインストールの準備が始まるのでしばらく待ちます。次にこのような画面が表示されるので、次へをクリックしてください。次にインストール先のフォルダを選択する画面が表示されますが、特に変更することなく次へをクリックしてください。次にこのような画面が表示されるので、インストールをクリックしてください。するとインストールが始まるのでしばらく待ちましょう。インストールが終わるとこのような画面が表示されるので、完了をクリックしてください。すると PS リモートプレイが自動的に起動します。これから PS5 の設定を行うので、この画面は閉じることなくそのままにしておいてください。次に PS5 の設定を行っていきます。PS5 を起動したら、ホーム画面の右上にある歯車マークの設定を選択してください。次にシステムを選択してください。次にシステムソフトウェアの項目にあるシステムソフトウェアアップデートと設定を選択し、システムソフトウェアをアップデートの項目がすでに最新版がインストールされていますとなっていることを確認してください。もしも最新版になっていない場合は、こちらを選択して画面の指示に従いながら最新版にアップデートを行いましょう。次に一つ前の画面に戻ったら、リモートプレイの項目にあるリモートプレイを有効にするをオンにしてください。次に省電力の項目にあるレストモード中に使う機能を選択し、常にインターネットに接続とネットワーク経由で PS5 の電源を入れるをオンにしてください。これで PS5 側の設定が以上になります。ただリモートプレイを行う時の注意点として、電源がオフになっているとネットワーク経由で PS5 の電源を入れることができないので、リモートプレイを行うことができなくなっています。なのでリモートプレイを行いたいのであれば PS5 の電源を切るのではなく、レストモードか電源を入れっぱなしにしておく必要があるので覚えておいてください。次に PS リモートプレイの設定を行ってリモートプレイを実際に行っていきます。PC に表示している PS リモートプレイの画面内にある PSN にサインインをクリックしてください。するとサインイン画面が表示されるので、リモートプレイを行いたい PSN アカウントのメールアドレスを入力して次へをクリックしてください。次にパスワードを入力する画面が表示されるので、パスワードを入力してサインインをクリックしましょう。するとこのような画面が表示されますが、同意して続けるをクリックしてください。次にこのような画面が表示されますが、まずは設定を行いたいので画面左にある歯車マークをクリックしてください。するとこのような設定画面が表示されますが、リモートプレイのビデオ品質のタブをクリックしてください。次にこのような画面が表示されますが、リモートプレイ中に HDR を使いたい場合は HDR を有効にするにチェックを入れてください。ただこの HDR の設定は PC が HDR 対応のディスプレイに接続されていること、マイクロソフトが配布している HEVC ビデオエクステンションがインストールされていること、Windows の設定の HDR のゲームとアプリを使用するがオンになっていること、この3つを満たしていないと HDR を有効にすることができなくなっています。今回は HDR を有効にせずに解説していくので、 HDR の設定を行いたいという人は申し訳ないですが、自分で調べて対処するようにしてください。設定できたら OK をクリックしましょう。すると先ほどの画面に戻ってくるので PS5 をクリックしてください。次にこのような確認画面が表示されますが OK をクリックしてください。すると接続先を検索中ですと表示されるのでしばらく待ちましょう。しばらく待つとこのように PS5 の画面が PC に表示されます。
ただ注意点として PS5 の電源がオフになっていたりするとリモートプレイを行うことができないので、電源をつけっぱなしにしておくかレストモードにした状態で行うようにしてください。またネット回線速度が低いと映像が乱れることがあるので注意しましょう。ちなみに PS5 のリモートプレイ時の解像度が気になる人もいると思いますが、実際にプレイした感じとしてはおそらく 1080p か 720p のどちらかになっていると思います。公式サイトを確認しても明記されていませんし、自分でいろいろ調べてみても解像度の情報がはっきりとしないのですが、通常プレイ時よりも若干画質は劣る感じになっていたので注意してください。ここからは PC でリモートプレイを行った時の操作方法について解説していきますが、 PC のキーボードとマウス、 PS5 のコントローラー、このどちらかで操作できるようになっています。まずは PC のキーボードとマウスについてですが、これで操作する場合はこちらの表のように6つの操作しかできなくなっています。 PS5 のホーム画面内で操作したり設定を行うのであればキーボードマウスでもなんとかなりますが、ゲームをプレイするにはキーボードマウスでは無理があるので注意してください。ちなみにコントローラーを使用するのであれば今まで通りの操作方法で使用することができるので、基本的にコントローラーを使用するのがおすすめです。PS5 に付属されていた USB ケーブルを PC とコントローラーに接続すればコントローラーで操作することができるのでやってみてください。次にゲーム音声についてですが、初期設定のままなら PS5 のコントローラーにヘッドホンを接続することでゲーム音を聞きながらプレイすることが可能です。ちなみにコントローラーに接続しても音声が聞こえなかったり PC に接続しているヘッドホンから音声を聞きたい場合は PC 側でサウンド設定をしてあげる必要があります。Windows 10でのやり方になりますが、デスクトップ画面の右下にあるスピーカーマークの上で右クリックしてサウンドをクリックします。するとこのような画面が表示されますが、再生タブをクリックしてください。次にコントローラーにヘッドホンを接続しているけど音声が聞こえない場合は、スピーカーワイヤレスコントローラーをクリックして選択し、規定値に設定をクリックしてチェックマークがついたことを確認してください。もしも PC にヘッドホンを接続している場合は、使用しているヘッドホンをクリックして選択し、規定値に設定をクリックしてチェックマークがついたことを確認してください。あとは OK をクリックして設定を確定させましょう。ちなみに音量に関しては画面右下のスピーカーマークをクリックすると調整できるので、好きな音量に調整してみてください。次にリモートプレイを行いながらボイスチャットをしたかったり PS5 で録画しながら自分の声を入れたい場合もあると思うので、そのような人はマイク設定も行うようにしてください。まずはマイクを PS5 のコントローラーに接続するか PC に接続してください。次にデスクトップ画面の右下にあるスピーカーマークの上で右クリックしてサウンドをクリックしてください。するとこのような画面が表示されますが、録音タブをクリックしてください。コントローラーにマイクを接続した場合は、ヘッドセットマイクワイヤレスコントローラーが PS5 のコントローラーになるので、こちらをクリックして選択し、規定値に設定をクリックしてチェックマークがついたことを確認してください。PC に直接マイクを接続した場合は、使用しているマイクをクリックして選択し、規定値に設定をクリックしてチェックマークがついたことを確認してください。チェックマークがついたことを確認できたら OK をクリックして設定を確定させましょう。次にリモートプレイの画面にカーソルを持っていくと、画面下からメニュー画面が表示されますが、その中にマイクマークがあるので使用中になっていることを確認してください。もしも車線が入っているとマイク音声が入らないので注意しましょう。ちなみにリモートプレイ中の遅延について気になっている人もいると思いますが、結論から言ってしまうと、リモートプレイ中だとコントローラーのボタンを押してから反応するまでに約 0.2 秒の遅延が発生しています。遅延時間については正式な計測方法ではないので、あくまで参考程度としてほしいのですが、約 0.2 秒の遅延が発生しているので、シューティングゲームなどの動きが速いゲームの場合はリモートプレイを行うのはかなり難しい印象です。ただ RPG ゲームのようなゆっくりとプレイできるオフラインゲームをプレイするのなら、なんとかプレイすることができるかなといった感じですね。ちなみに PC やコントローラーに接続したヘッドホンからはリモートプレイの映像に合わせてゲーム音が出てくれるので、音が遅れて聞こえるということはありません。あくまでコントローラーで操作した時に反応するまで約 0.2 秒ほどの遅延があるだけなので参考にしてみてください。次にリモートプレイを終わらせる方法を解説していきますが、画面右上の×ボタンをマウスでクリックしてください。するとこのような画面が表示されますが、接続先の機器をレストモードにするという項目が初期設定ではチェックが外れています。
チェックなしだとリモートプレイを終了しても PS5 本体の電源は入りっぱなしで、チェックありだとリモートプレイを終了すると PS5 本体はレストモードになるという特徴があるので、個人的にはチェックを入れて OK をクリックするのがおすすめです。もしもレストモードではなく電源自体を切りたい場合は、いつものように PS5 の電源を切ると PS5 との接続が切れましたと表示されてリモートプレイを終了することができます。あとは OK をクリックすると画面を閉じることが可能です。ただ電源を切ってしまうとリモートプレイを再開させることができなくなるので注意してください。今後もリモートプレイを行いたいのであれば、接続先の機器をレストモードにするにチェックを入れて終了する方法を行いましょう。ちなみに PC に Steam をインストールしている場合、リモートプレイ中にコントローラーの PS ボタンを押すと勝手に Steam が起動してしまう場合があります。この現象に関しては実際に自分が経験したことになるので、実際に行った対処法を解説しておきます。まずは勝手に開かれた Steam の画面の左上にある Steam をクリックして設定をクリックしてください。すると設定画面が表示されますが、画面左のコントローラーをクリックして一般のコントローラー設定をクリックしてください。するとこのような画面が表示されますが、初期設定ではガイドボタンが Steam にフォーカスしますという項目にチェックが入っています。これが原因で PS ボタンを押した時に Steam が勝手に表示されてしまうので、チェックを外すようにしてください。できたら画面右上にある×ボタンをクリックして画面を閉じましょう。すると先ほどの設定画面に戻ってくるので OK をクリックしてください。これで一度 Steam の画面を閉じ PS ボタンを押しても勝手に Steam が起動しないことを確認してください。実はリモートプレイ機能を使用するとキャプチャーボードを使用せずに OBS で PS5 のゲームを配信したり録画することが可能になります。もちろん PS5 本体にも録画機能やブロードキャストという配信機能が搭載されていますが、 PC で配信を行うと BGM を流しながら配信できたり、画面に文字を入れて配信できたり、顔出し映像を表示できたり、ゲーム画面以外の画面を録画配信できたり、時間制限なく録画できるなどといったことができるようになります。ただ画質に関してはあまり期待できませんし、リモートプレイは遅延も大きいのでそこは注意してほしいのですが、キャプチャーボードを購入しなくても PC で録画や配信が行える画期的な方法となっているので、動画投稿や配信を行いたい人にはおすすめの方法です。ちなみに OBS を使ってリモートプレイの画面を録画配信するやり方については、すでにそれについて解説した動画を投稿しています。PS4 のリモートプレイ映像を使用して解説していますが、 PS5 でもやり方は同じになるので、説明欄の動画リンクからチェックしてみてください。はい、これで今回の動画は終わりにしたいと思いますが、このチャンネルではこういった感じで PS5 の使い方や各種設定方法、録画や配信に使用する機材の情報、これからゲーム実況を始めたい人向けの情報など、実際にゲーム実況活動や YouTube 活動をしているからこそわかる情報を発信しています。もし参考になったらチャンネル登録していただけると、今後もこういった情報を発信していくので、すぐにチェックすることが可能です。ちなみにブログの方でも今回の動画の内容について解説していますし、説明欄に動画に関連する各リンクを記載しているので、気になる人はチェックしてみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。またね。